こんにちは、ボイストレーナーの千尋です。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、前回のケミストリーさんに引き続きポルノグラフィティさんのサウダージがファーストテイクさんの方からアップされてましたので、そちらのリアクションをしていきたいなと思うんですけれども、この曲はですね、もう以前からずっと歌の練習をさせていただいてた曲で、リリースされた当初からですねずっと聴いていたんですけれども、当時はですね本当にカルチャーショックというか、高い声が魅力的ですし、歌を練習する上ですごい参考になる方なんですよね、ポルノグラフィティさんって。そういった部分でもですねチェックしていけたらなと思いますので、早速見ていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。緊張感やっぱすごいですね。さあ、よろしくお願いします。楽しみだったんです。ファーストテイク出るのね。今日は存分に楽しみたいと思いますんで、ミュージシャンの皆さん準備はよろしいでしょうか？聞いてもわからんっていうの。オッケー。音で答えてくれてね。春内さんで準備いいですか？それがそういうことなんじゃ。オッケー、行ってみましょう。ミュージシャンの方が音で返事されてたと思うんですけれども、ボーカルが正しい音で入れるための確認の音でもあると思うんですよね。この曲って E マイナーっていうコードで入るんですけど、ハレッツの方がギターでミの音弾いてたと思うんですよね。この音ですね。E マイナーで入るので、伴奏としては最後ねジャーンって弾いていらっしゃいましたけど、この音になるんですよね。でこの音を聞いて私はと入れるので、多分それの確認もありますよね、絶対ね。私は私とはぐれるわけにはいかないから、いつかまた会いましょう。その日までさよなら恋心よ。この短い間ですごいいっぱいテクニック入ってるんですけど、で最初の入りのビブラートってすごい細かいですよね。あんまり僕もうまくできない部分なんですけれども、本当に細かいところですね。そこをさらっと入れてくるのもすごいなと思うんですけども、でその後いきなり音が高くなるじゃないですか。私とのところで、普通に歌ったらしゃくりたくなるようなところなんですけども、もう昔から秋人さんそうだと思うんですけど、ちゃんと正確な音から機械みたいにもうバシッと入るんですよね。私とそういうシンプルに歌ってるだけだと思うんですけれども、もうそれが本当に技術高いと思うんですよね。でいろんなテクニックが入ってるんですが、その後もはぐれる、ちょっと息から入るような感じですね。ブレスインしてます。はぐれるわけにはいかないから、で次はしゃくって、いつかまた、次もいきなり正しい音から入って、会いましょう、その日までさよなら恋心よ。最後ベンドしてますよ。この短い間にたくさんのテクニックが集まってるんですよね。嘘をつくぐらいなら何も話してくれなくていい。あなたは去っていくの、それだけは分かっているから。見つめ合った私は可愛い女じゃなかったね。せめて最後は笑顔で飾らせて。すごい耳に残るメロディーなんですけれども、ほとんど音2つしか使ってないんですよ。ここミの音とレの音だけですね。この音がミですね、これがレなんですけども、嘘をつくぐらいなら何も話してくれなくていい。あなたは去ってゆくの、それでここから他の音が入ってきますね。それだけは分かっているから、でまたミと、レしか使わないです。見つめ合った私は可愛い女じゃなかったね。せめて最後は笑顔で飾らせてですね。なんでもうほとんどこの2つしか音を使ってなくて、これだけ耳に残るメロディーが作れるってめちゃめちゃすごいと思うんですよね。涙が悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、その雫ももう一度飲み干してしまいたい。凛とした痛み胸にとどまり続ける限り、あなたを忘れずにいられるでしょう。でこ
このフレーズはもうずっと高い音で推移していくので、言葉も変わっていくにもかかわらず響きが一定っていうね、めちゃめちゃすごいことをやってるんですけども、例えばあーとかうーとか言葉が変わったり、あとはさーとかたーとか子音が絡んできたりとかすると響きが変わったりとか音色が変わったりとかしがちなんですけど、明人さんの場合はもうずっとそれ一定なんですよね。涙が悲しみを溶かして溢れるものだとしたら、ずっと同じ響きで歌ってる、もう何も変わらない、ブレないっていう感じっていうのが一つありますよね。もうそれがすごいなと思うんですけれども、であとここのメロディーって、加工メロディーになってるんですよ。分析するとソの音、次ファのシャープ、次ファで、次最後ミですね。もちろん他の音も入ってきてはいるんですけれども、流れとしては加工のメロディーになってるんですよ。涙が悲しみをとかまでがこう、そうですね。で次が溢れるものだとしがこうファのシャープですね。次が、その自分を一度飲み干してしまいたいで、次ファに行きます。凛としたいた胸にとどまり続ける限りなので、でこうやって加工していって、最後あなた忘れずにいられるでしょうと盛り上げて、そのままサビに行くっていうね、ちょっと面白いメロディーラインになってます。でしかも凛とした痛み胸にからコードの感じも変わってくるので、すごいことをやってます。ここでもう音楽的にもですね、めちゃめちゃかっこいいと思います。してね、恋心よ、甘い夢は波にさらわれたの、いつかまた会いましょう、ミスチルの桜井さんとかもそうなんですけれども、高音出すときに表情筋上げた方が歌いやすいっていうねのがあって、例えばこれ表情筋上げないで歌うといつかまたみたいな感じになっちゃうので、ちょっとこう声が広がっていかないんですよね。なのでいつかまたね、こんな感じで表情筋上げた方がサウンドもクリアになってかっこいいので、もし歌う方はここを意識していただけるといいかなと思います。時を重ねるごとに一つずつ旗を知っていって、さらに時を重ねて一つずつわからなくなって愛が消えてゆくのを夕日に例えてみたりして、そこに確かに残るサウダージ。花本が一瞬こう抜けてしっとりさせていくっていうのもすごく味があっていいですね。ここのフレーズ語尾が息でふわっと抜いてるような感じで優しく歌ってるんですけれども、明人さんとこれ特徴だと思うんですが、こう優しく抜く時に響きを奥の方に移動させて、しかも響きを下げてるんですよね。でそれまでは声を張ってる時は割とポジションとしては前なんですよ。時を重ねるごと、結構声前に行ってるんですね。ごとにでこう弾くときに上げたままじゃなくて響きの位置を下げて、かつ奥の方に逃がしてあげてるんですよね。これ高いままだと多分声揺れちゃうと思うんですよね。時を重ねるごとにこんな感じになっちゃうので、時を重ねるごとに一つずつあなたを知っていって、さらに時を重ねて結構奥の方にポジションをですね瞬時にこう移動させてあげてるっていうね、めっちゃすごい技術を使ってます。それ無意識でやってるからすごいんですよね。思いを紡いだ言葉まで影を背負すのならば、海の底で物言わぬ貝になりたい。誰にも邪魔をされずに海に帰ったらいいのに、あなたをひっそりと思い出させて。ここのフレーズもちょっと早いですね。で、明人さんの声って響きのポジション前って言ったんですけれども、ただ単に前とか上の方に行ってるっていうことだけじゃなくて、口の空間もちゃんと使っている方だと思うんですよね。もともと口をはっきり大きく開けるタイプのボーカリストなので、当然口の奥の方の空間もちゃんと使えてるとは思うんですけれども、ここもちゃんと使って、かつ響きのポジションを前に持ってくるっていうね、感じだと思います。単純に前だけだと細い声になっちゃうと思うんですよ。思いを紡いだ言葉まで影を背負すのならばみたいな感じになっちゃうんですけど、ちゃんと空間奥の方に持ってってるので、思いを紡いだ言葉まで影を背負すのならば、海の底で物言わぬ貝になりたい。ちゃんとパワフルな声になってます。声の太さと響きと声の通りをちゃんと作って歌ってらっしゃると思いますね。諦めて恋心よ、青い期待は私を切り裂くだけ、あの人に伝えて、寂しい大丈夫寂しい。こ
ここのサビ歌う時にリズムずれちゃう方も多分いると思うので、あえて解説していきたいなと思うんですけれども、諦めて恋心よ、青い期待は私を切り裂くだけ。このリズムの頭にどこの言葉が来ているのかっていうのを把握していくと、ずらさずにちゃんと歌えるのかなと思います。あと、寂しい大丈夫寂しいのところですね。すごく感情的に聞こえると思うんですけども、アクセントになるこの子音をしっかりと発音してあげる、濃く発音してあげるっていうことをすると感情的に聞こえるので、ぜひやっていただきたいなと思うんですけど、普通に歌うと寂しい大丈夫寂しいなんですけども、例えば寂しいのさにアクセントを置いて、寂しい、このこれを強く言うんですよね。寂しいで、大丈夫の丈なんですけど、大丈夫このこれを強くしてあげると、割とこう感情的に感情が伝わってくるような感じの歌になると思うので、寂しい大丈夫寂しい、子音をちゃんと強調して歌うっていうことをしてますよね。めっちゃかっこいいと思います。繰り返されるよくある話、出会いと別れ、泣くも笑うも好きも嫌いもここもほとんど音2つしか使ってないですね。ミとレの音ですね。A メロとは全然雰囲気もちろん違うと思うんですけれども、使ってる音はほとんど一緒ですね。これがレの音です。これがミですね。レミレミレミレ、繰り返されるよくある話、出会いと別れ。ね、もう本当にこう繰り返し、レミレミレミレしか使ってないメロディーなんですよ、ほとんど。で、その後は、泣くも笑うも好きも嫌いもっていくので、ここはちょっと違った音も絡んできてますけども、それまではずっとミとレですね、しか使ってないです。A メロとはまた雰囲気が違うんですけれども、ちゃんとブリッジの役割を果たすメロディーに作り上げてるっていうね、めちゃくちゃ作曲力も高いですよね。このアコースティックな感じというか、エキゾチックなサウンドいいですね。許してね恋心よ、甘い夢は波にさらわれたの、いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ、あなたのそばでは永遠を確かに感じたから、夜空を焦がして私は生きたわ恋心と。そうか、ここ転調するんですね。しかも転調したらトップの音が A フラット、ラのフラットの音ですね。ソのシャープでもいいんですけど、音楽的にはA フラットですね。コードの流れからするとめっちゃ高いですね。あなたのそばではですね。で、しかもサビがこうポンポンと2回立て続けに続くじゃないですか。もうほんとこれ大変だと思うんですよね。当時いっぱいこの歌練習してましたけど、まともにフルコーラスもしっかり歌えた試しがないんですよ。それぐらい大変な曲なんですよね。で、キーがめちゃくちゃ高いっていうのもあるんですけれども、それがずっと続くじゃないですか。だからしんどいっていうのがあるので、高いところの発声をずっとキープしなければいけないっていうキープ力と、メロディーも速いですし言葉数も多いので、ブレスの位置、呼吸をしっかり使うっていうところが大事になってくる曲だと思うので、歌の練習としてもものすごくいい楽曲なんですよね。なので歌唱力高めたいといったら本当におすすめな曲です。は
はい、それでは以上です。やっぱり今聴いても斬新でかっこいいサウンドですね。ポルノグラフィティさんらしさが出てる、曲かなと思います。僕はこの曲でポルノグラフィティさん好きになったんですけれども、本当にいっぱいこの曲だけじゃなくていい曲たくさんお持ちのアーティストさんなので、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思うんですけれども、まずはファーストテイクさんのリンク貼っておきますので、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたら、いいねボタンと、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。